お、来た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 、食ったよ。さて始まってまいりました、北海道編第3話ということでね、皆さんこんばんは。釣り車中泊旅中の漬物です。前回ね、魚を釣って、で一旦道具の調達のために札幌市内に戻りました。で車中泊をして道具を調達してね、で今ねまた海に向かって車を走らせているという状況です。それでこのままねずっと北上を続けて、最終的にはね最北端の地である宗谷岬まで行きたいなというふうに思ってるんですけれども、その前に前々回の動画で釣ることができなかったサクラマスをね求めて、途中のサーフとか磯とかいろんなところで釣れるまでね点々と釣りをしながら向かっていこうかなというふうに考えています。今午後10時なんで、このまま釣り場に向かってで車中泊をして明日の朝からね出撃してみたいと思います。よし、今日はここをキャンプ地とする。よし、じゃあ海桜マスリベンジ、今日もサーフからやっていきます。朝一はまずシンキングミノーからやっていきます。今日も穏やかで釣りがしやすい日だ。いただいたコメントとか、あとは現地でいろんな人に出会って話を聞いて、サクラマスのことがね少しずつ分かってきました。サクラマスは結構表層の方、上の方の層を回遊していることが多いらしいんで、あんまりルアーを沈めてやらなくても、投げてすぐ、ジグなら投げてすぐ巻いてとかっていう、そういうやり方で基本はいいみたいです。それでこのサクラマス用のルアーの使い方なんですけど、ミノーはただこうやって巻いてるだけよりも、時々こうやってジャーク入れたりとかトゥイッチ入れたりとかして、こう速い動きで誘ってあげた方が食わせやすいみたいです。でサクラマス用の細身のジグに関しては基本投げて巻くだけでいいそうです。そして海でのサクラマス釣りはヒラメとかマゴチとか、ああいう居ついてる魚を釣るっていうよりは、どっちかっていうと回遊してくる個体を狙い撃つような釣りになるみたいです。なので青物の釣りにちょっと近いかもしれないですね。SSP ジグ、これね地元の方に教えてもらって前回ね爆釣したご当地ジグです。前回札幌にね一回戻った時に買ってきました。なかなかね買えないジグみたいなんですけど、またこの間この SSP ジグをくださった方とは別の方とお会いして、その方にね売ってる場所を教えてもらって、そこでね買ってきました。しかもねその方、その売ってる場所を教えてくれただけじゃなくって、 SSP ジグと他にもサクラマス用のメタルジグ、おすすめのものをね何本か漬物にくれたんですよ。いやー、北海道は本当に優しい人が多い。周りの人たちも釣れてる感じしないな。でもこの釣りも青物と同じだと思うんですよね。投げ続けなきゃ釣れない。多分こう突然回ってきて突然食うみたいな、そんな感じなんだろうなきっと。あ、今食った。今の当たりだった。絶対当たりだった。すごい衝撃だった。今の絶対食ったよな。くっそ。ああいう動かし方がいいのかな。動かし続けるっていうよりは、こういう風に食わせの間を作ってあげるような鋭い動かし方の方がいいのかもしれない。でもよく
あの距離で分かりましたね。僕全然気づかなかったです。結構ほっそりした感じで、今日朝来た時にその車止まってた車が、から、そうかそうかそうか。いや濁りが入るとダメになるから、そそれで2日先ぐらいとかまで波情報とか風情報とか見れますよね。はい。あれでこうなるべく岸から出し風でで海が青い状態。何時頃から入られてたんですか？もう真っ暗あ2時半。秋目で結構羽とかありますよね。今日あります？今日あります。僕全然。今日ちょっと魚っ気ある方ですよね。本当ですか？やっぱ回遊してきやすいスポットっていうのがあるんですね。去年の12月からもう波の立ち方とか見てもうなんかそのサンドバーがどこにあるかとか。ベストだ。それじゃあ頑張ってください。すいません、ありがとうございます。頑張ります。うわ、すっげえかっこいい。これで40センチぐらいですか？これ40ちょいある。45ぐらいあるんですかね。45ぐらいある。すごい対抗ですね。地元の常連さんがね、桜マス釣られてました。で、その常連さんもう上がられたんで、その場所にね入らせてもらいました。SSP ジグでやってみます。移動するかな、そろそろ。北に向かって移動しますか。朝まずめは敗北です。まあ天気も良くて気持ちいいんで、ポイント探しながらね、北の方に向かってドライブしますか。よいしょ。セイコーマートに行って朝ごはん買ってきました。和風豚焼きうどん。これもね、もちろん127円です。あと、ガラナ。これですよね、やっぱり。今日はね、結構暑いですからね。ガラナ。漬物結構ガラナ好きですね。美味しいです。このガラナって飲み物の名前だと思ってたんですけど、こういうね、ブラジル、南米かどっかで取れるこういう赤い木の実があって、これねガラナって言うんですって。なんか滋養強壮効果とかあって、エナジードリンクとかにも入ってたりするらしいですよ。まあそのガラナの実がこのドリンクと同じ味がするのかわかんないですけど、とにかくねガラナは美味しいです。さあお次はゴロタみたいな場所に来ましたよ。まあ沿岸沿いならどこでも釣れるらしいんで、とりあえずねいろんなところでやってみようと思います。よし、次はここでやってみよう。どうもいまいち。どうするかな。だいぶ移動してきちゃったけど、一番初めのサーフに戻るかな。でもあそこまで戻ろうと思ったら50キロぐらいあるからな。さあどうするか。戻ってきた。戻ってきた。ああ、読みの国から戦士たちが来い。さて再びやっていきますか。やっぱりここの砂浜が一番雰囲気があっていいな。これぐらい日が高くても
釣れないわけじゃないと思うからな。夕方まで頑張ってみよう。お、なんかあそこもやもやしてるの、あれなんだ、何がいるんだ、なんかいる、なんか背びれ出して泳いでるような感じだ。あれマスかな、もしかしてサクラマスかな。お、来た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 、食ったよ。なんかこれはサクラマスじゃない、ウグイの引きじゃない気がする。なんだなんだなんだ、よし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 、ランディング、やった、サクラマスだ、やった、やりました、サクラマス釣れました。すげえ、かっこいい、めちゃくちゃ綺麗、やったー、追い求めましたよ、サクラマス。大きさは40センチあるかなっていうところだから、そんなにねめちゃくちゃ大物ってわけじゃないですけど、いやー嬉しい。今時間が3時半ぐらいかな。結構まだ日が高い時間ですけど釣れるんですね。やりました。よし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 、やったー、戻ってきたか、やったー。いやー、朝一だけじゃないんですね。いやー嬉しい、頑張った甲斐がありました。やっぱりヒットする直前に見えたこう背びれみたいなの出しながら泳いでるやつ見つけたのって、あれ多分サクラマスだったんじゃないかな。ちょうど回遊してきて、本当にあれ見えてからすぐヒットしましたからね。サクラマスのポイント探すときはそういうものも目印にしてやってみてもいいかもしれないな。よし、これで釣り旅北海道編6種目目だな。さあ、この旅は北海道編では一体何種類の魚を釣ることができるんだろうか。そういえば前々回の動画でめちゃくちゃご質問が多かったんですけど、この新しいリールについてです。しれっとね新しいリールになってるんですけど、これねシマノの2022年版のステラっていうリールなんですよ。でシマノのリールの中でも最高峰のリールで今年発売したんですけど、予約してた人もまだ手に入ってないぐらい、まだ届いてないぐらい、なかなかね買えないリールなんですよ。しかもこの C5000XG ってめちゃくちゃ人気ある型式なんですよ。でね、なんでこのリール持ってるのかっていうと、漬物別に予約とかしてなかったんですよ。でこの間ね、とある釣り具屋さんに行ったら、たまたまなんかショーケースの中見たらこれ置いてあって、なんでこれ在庫置いてあるんですかって店員さんに聞いたんですよ。そしたらたまたま予約されてた方がキャンセルをして、でその分を今日出しましたみたいな感じでショーケースにね置いてあったんですよ。多分その日に出会えてなかったら次の日にはもう売り切れてるんじゃないかな。それぐらいのねこれ代物なんですよ。でそんなリールに出会ってしまったもんですからね、5分ぐらい悩みましたけど速攻ね買っちゃったと。そういうわけで今漬物の手元にねこのリールがあるわけです。まだこの北海道編からこのリールデビューしたばっかりなんで、その評価とかっていうのはなかなかしにくいんですけど、とにかくね巻き心地だけはめちゃくちゃ気持ちいいです。めちゃくちゃ滑らかです。さて今日はある程度満足したんで早いけど上がろうかな。ところで皆さん、砂浜でねこんなクワガタムシみたいな虫をね見つけました。これね、クワガタではなくてヒョウタンゴミムシっていうね、ゴミムシの仲間なんですね。ほらクワガタっぽいですよね、すごい。この虫は主にね砂浜に落ちてる虫の死骸とかをね食べて生きてます。いわば砂浜の掃除屋さんですね。突然の虫紹介でした。じゃあね、バイバイ。
てさてさて、今夜の車上食堂の食材を仕入れに行きますか。すごいな、全然車とすれ違わない。よし、スーパー到着。よいしょ。はい、食材買ってきました。じゃあね、車中泊できそうな場所探して、そこで晩ご飯作ろうと思います。お、ここかな？ここだな。よし。ここは素晴らしい。いやー、何度見てもかっこいい。では三枚おろしにしていきます。はい、桜マス身とアラにさばき終わりました。今日はね、これ全部使います。程よくね、脂が乗っててめちゃくちゃ美味しそうです。よし、じゃあまずアラで一品作りますか。利尻昆布、アラに軽く塩を振っておきます。表面を軽く炙ります。カレーセット、じゃがいも、人参、玉ねぎです。沸騰する前に昆布を取り出す。まずはじゃがいもと人参から。人参、じゃがいもにある程度火が通ったら、玉ねぎとアラを入れます。日本酒を大さじ1。あとは時々アクを取りつつ煮込んでいきます。よし、じゃあ2品目作っていくか。身に軽く塩をして下味をつけておきます。そしたらメスティンにオリーブオイルを少し引いて桜マスを焼いていきます。ある程度焼いたら一旦身を取り出します。そしたらここでそのまま野菜を炒めます。はい、桜マス料理完成です。せっかくね、キャンプ場にいるんで、外で食べようかなって思ったんですけど、風がね、めちゃくちゃ強くなってきたんで、いつも通りね、車の中に避難してきました。いただきます。さて、まずは、スープからいただこうかな。あら汁からいただいてみます。これね、油がやばいんですよ。油がめっちゃ浮いてる。あー、うまっ。すごいいい出汁が出る。あー、美味しいな、これ。これはね、すごいいい出汁が出てる。身もいただいてみよう。あ、やっぱね、美味しいですね。この間食べたアメマスとは全然違う。魚の身自体にすごく旨味がある。うまいな、これ。さあ、次は、ちゃんちゃん焼き、行ってみましょうか。キャベツと桜マスを一緒にいただきます。これめっちゃうまい。
これめっちゃ好きですね。甘めに作った味噌だれに、キャベツと玉ねぎの甘みが加わって、さらにね、このサクラマスの旨みが加わって、最高にね、この味噌の風味と合います。これはマジでうまい。うわー、このちゃんちゃん焼きほんと好き。さあ、続いては、サクラマスの塩焼き。これね、油がすごいんですよ。焼いてる時本当に油がジュージュー滴ってましたからね。これは絶対うまいでしょう。いただきます。すごいうまい。なんだこれ。この皮がサクラマスから出た油でパリッとしてるんですよ。この身と皮の間に油がすごいんだろうな、これ。うわ、これ本当にうまい。このパリッと焼けた皮んとこが香ばしくてめちゃくちゃうまい。すげえな、サクラマス。アメマスとは比べ物にならない。サクラマスの味をシンプルに味わうんだったら塩焼きが一番いいかもしんない。さて飲みますか。今日は千歳鶴っていうね、日本酒をいただきます。いただきます。じわーってくる辛口で程よい酸味があって後味はすっきりっていう感じです。いや、しかしサクラマスこれうますぎだろ。このあら汁のじゃがいもはカレーセットに入ってたから海苔で入れたんですけど、結構いけますね。これ結構好き。ごちそうさまでした。いやー、サクラマス最高にうまかった。でも今日は疲れたな。長い間運転したし、釣りも頑張ったし、なかなか疲れました。今日は早く寝よう。よし、いただきます。サクラマスマジうまっ。味噌汁うま。さて、旅を続けますか。